本日の鮭川村では、鮭川フィールドが育む鮭の文化と産業をテーマに、産業を未来にをテーマにディスカッションをしてまいります。それではパネリストの皆様をご紹介いたしましょう。酒田港東ふ頭交流施設酒担当管理責任者の松並光雄さんです。本日はアドバイザーをお願いしております。続きまして、新潟県立海洋高等学校水産資源科食品科学コース3年生の伊藤幸喜さんです。後ほど事例発表していただきます。続いてサーモンロードの会代表、最上漁協経産部会の矢口晴美さんです。続いて森の幼稚園カムイキッズ代表のラーワー・フレデリック・アイザックさんです。続いて山形県立加茂水産高等学校の西優馬さん、安倍誠樹さんです。そして本日はオンラインで参加いただいております宮城県水産高等学校の皆さんです。よろしくお願いいたします。そして最後はブランニューデイ株式会社代表の三浦健さんです。本日はファシリテーターをお願いしております。よろしくお願いいたします。本日のテーマ、鮭川フィールドが育む鮭の文化と産業を未来にということで、この鮭がいる豊かな川についてですね、さまざまな活動をしていらっしゃる皆様とディスカッションをして、少しでも明日以降の活動とか、今後の未来にポジティブなアイデア、そういったものにつながるような会ができればなというふうに思っております。はい、皆さんこんにちは。松並光雄と申します。現在ですね、酒田港東ふ頭交流施設酒担当という、9月にオープンした商業施設の管理責任者として働かせてもらっています。でここにいた経緯としては、鮭川村の地域おこし協力隊を3月、今年の3月昨年ですね、3月までさせていただいて3年間やって、そのつながりで今の仕事をつかせてもらっています。その前はアウトドア業界に10年ほどいたんですが、とにかく釣りとか魚が大好きで、その前はさらに水産系の大学で、過ごしていて、ずっとその魚が好きでここまで来てしまったというところで今日、入らせてもらっています。今日ちょっと鮭の部分の話をちょっと皆さんと一緒に盛り上げていけたらということで、三浦さんと進めていきますのでよろしくお願いいたします。こんにちは。はじめまして。こんにちは。新潟県立海洋高等学校水産資源科食品科学コース3年伊藤幸喜と申します。よろしくお願いします。私、出身の方が新潟県内で、生まれが佐渡市、育ったのが村上市の下の胎内市で育ち、高校は新潟県の最西端糸魚川市にある海洋高等学校に今在学中で今勉強しておりまして、で私のちょっと緊張しますね。緊張しますはい、私学んでるコースでは鮭を使った魚醤最後の一滴って今こちらにもあるんですけども、はい、それを使った授業をやっております。ってことで、はい、こちらになりますね。はい、ってことで本日はその事例発表ということで後ほどさせていただきますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は鮭川生まれ鮭川育ち、鮭川から一歩も出たことない矢口晴美と申します。よろしくお願いします。普段はサラリーマンをしてまして、じいさんの代から鮭の裁縫ということでそちらの方に携わっております。で父の後を継いで、裁縫に携わっておりますが、孵化授業を終えた鮭はそのまま廃棄されたりという時代もありましたが、今は再利用ということでこのような洋の陣切りとか、あとは鮭の燻製などを作っております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてフレッドさんお願いします。皆さんこんにちは。私はラワー・フレッドと申します。私の出身はアメリカのウィスコンシン州です。
でウィスコンシン州と千葉県が姉妹州という関係で5年間千葉県に行ったんで、その後大学院、一時通ってから私の奥さんと一緒にもう一回日本に移住してきました。群馬からここまで。で鮭川村はもう4年目に入りましたけど、これからずっといられるかなっていう気持ちでもたまになりますね。でちょうど2年ぐらい前にこの素敵な自然の中ではあまり自由に遊んでいる子たちの姿が見えないなっていう気づきがあって、なんかできたらなっていう気持ちで2年前ぐらいから私がその外遊びの会を始めて、でやっと去年の11月から神キッズっていう森の幼稚園を開業しました。一時預かりしながら子どもたちを一日自由に何やってもいいっていう時間を提供している団体です。今日もどうにかその鮭川に住んでいる子でも鮭川に連れてくる子のこの辺の自然とか文化をなんか気づけるように、少しでも好きになりますように頑張っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。鴨水産高等学校から来ました西馬です。出身は福島で、こっちの鴨水産高校に魅力があって、ちょっと今下宿しながら通学してるんですけど、そうですね、鮭に直接そういう影響があるような活動はしてないんですけど、ヤマメっていう魚だったり、魚を飼育してそれを授業の一環として理解を深めていったり、あとそうですね、海洋ゴミとか、あと陸上にあるようなゴミをプライベートだったり、あと授業でそうですね、ビーチクリーンだったり、そういうのをして、環境保全をしているような感じですね。今日はこのような素敵な機会に呼ばれたので、そうですね、ちょっと緊張して言葉が出ないん大丈ですけど、夫ですよ。はい。気合を入れてじゃあ今日頑張っていただけるということで、勉強させていただきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめまして、鴨水産高等学校から来ました安倍誠義と申します。出身は兵庫県なんですが、鴨水産高校にある水族館学というのが興味にあって鶴岡市に下宿させてもらっています。で鮭に関する活動はあまりやっていないのですが、授業を通して鮭マス類の座学と、あと部活動で海洋ゴミの回収などをして環境保全に努めています。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では次にですね、最後、オンラインで本日参加されています宮城水産高校の皆さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。三重県水産高等学校の関春人と申します。今日はいろんな人たちの、重要な知識を学べるとお聞きしたので、しっかり勉強していきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、一通りですね、本日ご参加いただく皆様から自己紹介、していただいたところで、今日は、この後ですね、松並さんとともにこの鮭というテーマに沿って、皆さんの活動等を深掘りしながら、さまざまお話をさせていただければなというふうに思っておりますが、まずはじめにですね、矢口さん、先ほど、もうずっとこの鮭川で生まれて育って、仕事をしてということで、そして先代からこの鮭の活動をされていらっしゃるということでですね、お先にこの鮭川村の鮭について、ちょっと概要とか現在、どういうことをされているのかなども含めてご紹介いただければなというふうに思います。矢口さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、私どもサーモンロードの会という会がございます。そちらの方の取り組み内容等を今から紹介していきたいというふうに思います。で、鮭川村の鮭というふうに、鮭川村と鮭は切り離せない、昔からずっと付き合いのある魚だというふうに私は感じています。
で昭和30年頃までは米1俵と鮭1匹が交換されるほど大変貴重な魚だったというふうに聞いております。で昭和50年代に入ると、紅鮭や養殖サーモンが出回り始めて、鮭を食する人が激減してきた。で、孵化用の採卵後は川鮭を廃棄していた時期もあったというふうに親父からは聞いています。で4、5年かけてやっと帰ってきた鮭どうにか活用できないかということで、親父を中心に平成11年11月にこの会を発足したというふうに聞いております。でこれからが事例の紹介なんですけれども、鮭川で採捕した鮭を利活用しようということで、先ほど見ていただきました洋の陣切り、こちらの復活ということで最初に取り組みました。でその後洋のいぶしですねの開発ということで、こちらは燻製などを開発したという経緯がございます。あとは出前鮭教室ということで、毎年鮭川小学校の方に出向いて、鮭の座学、あとは解体の見学、あと調理実習などを行っております。座学については松並君の方から説明言ってもらったりということで、前から大変協力していただいてます。で洋の陣切り教室ということで、洋の陣切りは昔は保存食だったということで、こちらの文化を伝えようということで洋の陣切り教室を開いております。で、鮭の採捕見学から試食まで一貫した洋の陣切りの教室ということで実施しております。鮭の聴覚調査への協力ということで、こちらの方は平成21年から実施しているんですが、鮭の遡上具合等を調査するために釣りに来ていただいているというところでございます。こちらの方は調査もありますが、鮭川村の観光にも今後つながっていったらなというふうに考えています。で次に鮭の里親事業ということで、こちらは鮭川小学校と東京都の荒川区の2つの小学校、こちらの方に出向きまして、鮭の発卵街の水槽を設置して、飼育していただくという取り組みになっています。で飼育した鮭については鮭川村に東京からまた持ってきてもらって、そちらを放流すると。でその時には小学校同士のつながりということで、給食での交流とか、あとはこちらに来た時に生徒たちの交流の場ということでそちらの方にもなってます。そのような取り組みが山形県さんから認められて、今年度環境山形大賞ということで受賞することができました。サーモンロードの会は鮭川村の自然豊かな環境を次世代へつなぐための事業、清流鮭川にまつわる鮭や川魚等の文化、食文化を世代を超えて共有伝えていき、伝統的な川漁や郷土料理の保存活動と先人の知恵や文化、自然等を学ぶ機会の創出を行っていきたいと考えております。これが私どもサーモンロードの会のご紹介というふうになります。はい、ありがとうございました。松見さんいかがですか。一個だけ僕は晴美さんと一緒にサーモンロードの会の活動を参加させてもらってたんですが、サーモンロードの名前の由来って晴美さん、僕すごい好きな話なんですけど、なぜサーモンロードなんでしたっけ。はい、それはサーモンロードということでその寒風干しという製法を使うんですが、寒風干しする際には家の軒下、あと小屋の軒下に鮭を吊るして寒風にさらすわけです。でその際に道路のすぐそばで、その乾燥方法をするので、鮭と道路をかけて、サーモンロードということで命名したというふうに聞いております。
私もちょっと一つお聞きしたいことがありまして、鮭川村にこう戻ってくる鮭の数自体は昔と比べてこう減っているとか変わっていないとか、そういったこう推移とかって今どうなってるかって肌感でもいいんですけれども、特段ものすごい減っていてそれが問題になっているとかそういうことではないんですかね。地球温暖化とかの影響はあると思うんですけれども、昨年度については日本全国どこでも鮭の遡上が少なかったというふうに聞いております。でもなぜか鮭川村だけは毎年孵化はあるんですけれども、そこに卵がいっぱいになるほど鮭が上がってきたということで、こちらの方も自然が豊かで帰ってきたのかなというふうに考えております。鮭の糸魚川の鮭ということで、ご説明させていただきます。学校の近くにある、能川、これ、に、毎年秋遡上してくる、1万匹ほど遡上してくるんですけども、大体の多く発がん卵放流のために、いくらだけ取って、であともうみんな産業廃棄物として捨ててしまうっていうことで今までなってたんですけども、その状況を、私たち海洋高校課題見つけまして、で有効活用できないかと思いまして、日々取り組んできました。その結果、私たちは、鮭の魚醤最後の一滴という、魚醤を、開発しました。最後の一滴ということでしたけども、それは料理の最後の一滴に使うといいよっていう意味なんですけど、どういう名前の由来なんでしょうか。その名前の由来がですね、その鮭の一生人生の最後まで、無駄なく使ってほしい、使い切るという意味もありまして、でまた、お料理の最後の一滴、隠し味にちょびっとスプーン1杯入れていただく感じでという意味合いもありまして、最後の一滴という商品になっております。もうじゃあ2つのこう意味がかけられて、無駄なく最後まで使うっていうことと、最後の一滴の料理にっていうダブルミーニングで、ダブルネーミングなんですよ。これは伊藤さん考えたんですか。いや、私が入学する以前にもう開発されてたので、先輩方が、一生懸命考えていただいた名前がもう最後の一滴なので、私たちも最後の一滴を使って商品開発などに取り組んでいます。素晴らしいストーリーですね。ありがとうございます。おつみさん、今の話とか聞いてどうですか。この商品開発を高校生がされているっていうお話は。いや、もう本当に素晴らしいなと思ってたのもあるんですけど、僕も実はこれ商工会の冊子でこれ製品を見つけて、それを作ってるとこ問い合わせてったらこの高校にたどり着いて、そこでやってたのが結果的に大学の先輩だったっていうのもありまして、そういうつながりをいただいた製品なので、僕にとってもなんかすごいこうつないでいただいたっていう、あともちろん味もすごい美味しいので、これはぜひなんか山形でもこういった製品ができたらいいなと、鮭はちょっと自分の中で思ってるところです。今開発中です。はい。ありがとうございます。じゃあ伊藤さん、ちょっとまた再びもうプレゼンテーションというか説明の方お願いいたします。はい、ありがとうございます。それではすみません、続きの方させていただきます。はい、この魚醤は学校で、最初開発したんですけども、今は、外で、会社の方で、させていただいておりまして、今株式会社農水商店というところで、今実習で学校と連携してやってまして、で今、糸魚川市水産資源活用産業学館産学館連携事業ということで糸魚川版デュアルシステムというのが今ありまして、でこちらが糸魚川市、学校海洋高校、農水商店の、3つで連携して、事業を行っておりまして、で株式会社農水商店は、5年前に、辞められた先生が、会社を立ち上げられて、で今農水商店があります。でまたこの農水商店からは、その売上金を、実習にかかるお金を、
会社経費として、出していただいてもらっています。でまた、職場体験、インターンシップの、場としても、農水商店の方でご提供いただいております。でまたそれに通じてさらなる、教育活動に使ってます。で、はい、私たち、やってるんですけども、発がん卵放流もやってるんですよ。ということで、最後の一滴の原料である鮭の資源管理の課題としてで年々減ってきて、でその内水面漁業協同組合さんの組合の高齢化や人手不足、経営難が今課題になってます。松並さんお願いします。ちょっとだけ補足するとですね、発がん卵放流っていうのをこちらでされるきっかけになったのが、実は鮭川村で自分が協力隊で活動してた時に、新しい手法ということで調べていく中でたどり着いて、鮭川村でも実践して1年目に実践して、それをちょっと逆に漁礁のことで話を相談した時にこちらのアイデアを持ち帰っていただいて、逆に今こっちの方が進んでるっていうような状態になってます。おっしゃる通り利用するだけでなくて、増やすっていうところの新しい手法を取り入れていくスピード感もやっぱり高校と、若い方たちで進めていくとかなりやっぱり早いので、そういったところはもう逆に追い越されてるぐらいの状態にあります。ただそういった考え方は山形でも逆に利用でいうと山形はまだまだこれからなところもあるのかなと感じているので、その辺もちょっと進めていきたいなというふうに考えてます。ここでちょっと発がん卵放流は細かく説明はしないんですが、そういった活動も大切にしていきたいということで今考えております。私は今学校で商品開発の授業で課題研究として今やってることが新潟オリジナルます寿司の開発を今やっておりまして、でその思いが新潟県の素材生かしたます寿司を開発して、でます寿司が有名な富山にもう富山以上のます寿司を作るんだということで今やっていまして、で特徴が酢の代わりに新潟県魚沼地域の雪室に保存されていた漬物から見つかった乳酸菌魚沼株という乳酸菌の産生する乳酸でサーモンに酸味をつけます。でサーモンは新潟県産の佐渡荒海サーモン、はい、もう脂のりがしっかりしてて、もうとっても美味しいものになってます。すごいですよね。こんな研究高校生してるんだっていうのがびっくりしたのと、あともう一つ僕すごいなと思ったのが、産学官連携で実際に会社と連携をして、それをアンテナショップにして、そこで実際に産業として成り立たせるような動きをしてるっていうのがすごいと思っていて、その調査とかこういうことができると思いますっていう学びまでは行くことってよく学生なのであると思うんですけど、ちゃんとそれを社会に受け入れられるかというか、そこで、持続可能であるかっていうことをやって、さらにそこでバイトをしてるっていう、なんかその他でバイトするぐらいならそこでバイトした方がやっぱり身になるっていうのもすごく思うし、ものすごいいい取り組みだなと思いました。そうなんですよ。やっぱりなんか教育実習みたいなのってただなんとなく体験したっぽいので終わるケースってなんか僕の時代なんか多かったような気するんですけど、これ本当に先生ともよく話してたんですけど、実際にやっぱ販売する責任まで負って真剣にやらないとやっぱり学びがないじゃないかっていうところで、ここの場合本当に製品化までしてそれ起業されて、でさらにまたその先の開発とあと利用と学術的な研究まで全て一体化してやってるのはもう本当にすごいなっていうところで、本当にいろんな地域でできることなのかなっていうのをいつも感じさせられる取り組みだなというふうに思っております。改めてありがとうございました。でここからちょっと皆さん他のパネリストの皆さんも交えて、ちょっと鮭の話に、入っていきたいと思います。それでですね、まず今こういった鮭の利活用っていうことの好事例として、さらっと発がん卵放流とか、増やす方の活動ももちろん紹介はあるんですけど、実際にじゃあ鮭が存在する川っていうのが、どういうそもそも価値があるのか、今こういった製品作るためにもやっぱり鮭がいないとできないものなので、それを育む川について、ちょっと今いろんな角度でいろんな視点でちょっと
コメントいただけたらなというふうに思ってます。ちなみに私の中で釣りが大好きなので、やっぱり魚がたくさんいる川で本当に釣りがしたいし、そういう業界にいたので、ただそういう業界にとってはやっぱりその川の存在っていうのが必要で、それがないと、業界自体が、釣り自体もできないので、やはりそういった楽しみを次の世代に残していきたいっていう思いで僕は活動してるんですが、今順番に聞いていくと、例えばフレット先生ですねフレット先生って言っちゃったんですけど、彼はですね、森の幼稚園で子どもたちに自然を体験させてあげようということで、専門は森とか森林なんですけど、当然鮭とか生態系全体の話になってくると思うんですが、フレットにとって鮭がいる川っていうのはどういう価値があるとかってありますか？すごいいい質問ですね。そうですね。どういう価値があるっていうことですね。やっぱり生き物がまだ残ってる川っていうことは、子供にとってはすごく衝撃的にはなれますっていうことは思うんですよね。私も本当に鮭についてほとんど知らないものなんですよ。鮭っていう愛情っていうか、全部松並君から言ったものなんで、すごい可愛がってる魚全体的に。で自分の友達の話を通してやっぱりもう魚にはすごく大事な存在だって気づいたんですけど、その子供たちは多分やっぱり体験っていうより、経験っていうより、じっとゆっくりいろんな生き物と、自分の手で自分の考えでいられるような時間がすごく必要なと思ったんですが、それはやっぱり鮭川の川に、いっぱい生き物がまだ残ってるっていうことはできるので、いいと思いますよ。すごく価値がある。一回だけ子供たちを浦井漁の方に連れて行ったら、もう抜群でしたよね。やっぱバチャ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 してるでっかい魚がいるだけで、もう小学生だけじゃなくてちっちゃい幼い頃の子がもうとにかく興奮でどうしようもない、もう川入りたい、触りたい、どうなってるわーってなるんですよ。でそういう経験がないと本当に多分、とりあえず愛着感はないだろうが、どんだけ学校進んでても学んでも、結局いろんな学びができるかもしれないんだけど、関心感を育むためにはそれより深い経験が必要って思うので、こういう川があってすぐでも本当に運転で5分ぐらい着くような形で、めったに見れない自然がやっぱりプライスレスって日本語でわからないですよ。私から見た鮭はもうおぎゃーっと生まれた時からいる存在なので、私自体は珍しいものではないんですが、他の人から見ればそのような体験はできないということも、この年になってからやっと気づいたというのが正直なところです。で、鮭の存在についてはここ鮭川村ということで村名にも鮭ということがついてまして、多分日本で唯一かなというふうに思います。なので、鮭川村イコール鮭はもう絶対切り離せないので、今後も鮭を守っていく、育てていくっていうような環境を作っていきたいなというふうに私は考えてます。ありがとうございます。鮭川村っていう名前なんですけど、実は僕ももう今矢口さんおっしゃる通りで、鮭がつく地名って他にないです、日本は。行政地区名で鮭入ってる場所は、鮭って言うと北海道が多いんですけど、実はここだけだったっていうのが市町村全部合わせても鮭っていう文字自体入ってるところがない。行政地区名ではないです。地区名とかはもしかしたらあるかもしれないですけど、すごいですね、それは。それ僕実は協力隊を応募する段階でちょっと調べたら、この村は鮭から逃げられないって思ったんですよ。で、あと他で多分追従ができないと、地名についちゃってるんで、ここで鮭盛り上げようとした時に、盛り上がってった時に誰も追えないんですよ、もう地名なので。だからこれは多分僕が鮭をテーマにしたいって思ってここを選んだ理由でもあるんですが、本当に矢口さんおっしゃる通り、強みの一つなんじゃないかなというふうに思ってますね。鮭っていうと、意外と身近な魚で、身近な魚の中でも個人的に奥が深い魚だと思っていて、そうですね、自分の中では五感で楽しむ魚の代表格だと思っていて、食べてもいいし
観察しても楽しいし、あとそうですね、観察でいうと、稚魚の時と子供の時と大人の時で全く様子が変わっていて、あとそうですね、松波さんとかもそうだと思うんですけど釣っても楽しい。釣るびっくりした。スーってなんだ。もちろんね、フィッシング、でもね、フィッシングの方ですね。釣っても楽しいし、もう五感全部で楽しめる魚って、魚の中でも鮭って結構身近だと思うんですよ。ありがとうございます。なんか五感で魚を感じるって新しい言い方だなと思ったんで、ちょっと僕も言ってこうかなと。いいですね、その切り口は。嗅覚どうしようと、ちょっといろいろ考えてしまったんですけど、香りを楽しむか、生臭さとかそっちになっちゃう。香りはそうですね。個人的に焼き鮭の匂いがすごい好きで。多分嫌いな人そんなにいないですよね。少なくとも多分この場にはいらっしゃらないと思ってるので、素晴らしいです。すいませんと、自分たちにとって鮭はすごい身近な存在なんですけど、海の生けすで宮城では養殖されているものでして、海水で育ったのですごい銀色にキラキラ輝いてるんですね。だからブナ化していなくて、すごい柔らかい感じの魚なのかなという感じですね。身近にいるので、逆に何も知らない魚でもあって、今回のこの機会でいろいろと知ることができたらなと思っています。ありがとうございます。そうですね、宮城県食べれるものでいうと、またちょっと太平洋と日本海って、日本海側って結構養殖難しいって言われてて、なかなか三陸みたいな地形がなかったりとか、冬ちょっと大荒れするっていうのもあって、いけすが置けないとかいろいろちょっとあってできない難しさがあるんですけど、向こうはそうですよね。そういうところは山形にはないところかもしれないですね。今キーワードだったらブナ化っていうのがあったんですけど、ちなみに鮭川村の鮭っていうのはブナ化したものです。成熟して色が婚姻色が出たのブナ系っていうんですけど、そういったものが鮭川で、でもただそれはそれで実はこういう魚醤とかさっきの塩鮭みたいなものは油があると酸化して臭みが出たりするので、多分全然ジャンルが違う食べ物かもしれないですよね。宮城の皆さん、そうですよね。はい、そうですね。他の海の方で育ってない鮭とか見ると、結構皮とか全然表面とか輝いてなかったりするので、ちょっと他の県の魚見たらあれ自分たちが知ってる鮭じゃないなってなったりするので、疑問を感じたりしてますね。そういう意味ではこちらと高校で行き来して両方を知っていただくなんていうのができたら面白そうですよね。はい、そうですね。自分たちの知らない鮭のことを知れるので、すごく、楽しみです。了解します。鮭川村そんなに遠くないので、ぜひ近い将来で相談してもらえればいつでも大歓迎だと思いますので、ぜひ遊びに来てください。三浦さん、鮭っていろんな種類いるの知ってますか？いや、なんかスーパーで売ってる鮭の紅鮭とか、あとはサーモンと鮭って違うのとかそうですよね、そういうなんかそのレベルです。一応ですね、ここの段階でちょっと改めて確認じゃないですけど、今一般的に日本で鮭って言われているものは白鮭です。銀鮭、紅鮭とか、カラフトマスとかいろいろ種類あるんですけど、我々が鮭って呼ばれているのは、日本にいるのは白鮭をチャムサーモンって白鮭なんですけど、鮭川村にいるのも白鮭で、養殖しているのはちょっといろいろあるんですけど、そういった種類を指してます。白鮭って白は身の色です。白身魚なんですけど、海でエビ科に甲殻類を食べて、オレンジ色がついて色素がつくっていうので、赤身魚とかではなく、川に上がるとそれが婚姻色とかイクラの方に行って、白くなるっていうのも、それを白鮭と呼んでたのが経緯としてはあります。多分鮭とか鮭フレークっていうと結構身近なものでもあるんですけど、意外とそういうところは何鮭かって分かんなかったりすると思うんですけど、白鮭っていう種類になりますね。ではここからですね、ちょっと次の話題に入っていこうかなと思うんですけど、ちょっと私が、今日いろんな視点の皆さんがいてお伺いしたいのが、この鮭、特にこの
鮭川村の鮭、そしてあとは鮭川村じゃない鮭もいろいろなんですけど、現状抱えている課題とか、このままだとちょっと良くないぞみたいなものっていうのは、何か皆さんの中で持たれている意識とかっていうのはあるんでしょうか。例えば矢口さんとかっていかがですか。今この保全活動もされている中で課題感とかってありますか。はい、鮭は我々、裁縫ということがあって、孵化させるために、川で取ってもいいというふうになっている魚です。なので、孵化授業がなくなってしまえば、この鮭も裁縫に使うとかいうことができなくなってしまうので、まずはこの孵化事業をずっと続けていきたいというふうに考えています。今聞きながら、孵化事業、あと裁縫っていう言葉多分ちょっと聞き慣れないかもしれないんですが、ちょっとこの場を借りて案内すると、実は鮭漁というふうに呼ばないっていうのが今鮭の川で取る上でのルールになっていて、よく新聞で取り上げていただくときにどうしても鮭漁とかっていう表記があると、水産関係の中だとちょっと現場が少し怒られるような内容になってます。これも本当に内輪の事情なんですが、裁縫と呼びます。それはなぜかというと、今矢口さんおっしゃった通り、孵化が前提でのものになるので漁ではないっていうふうに言われておりますので、一応裁縫、漁と同じような取ることは一緒なんですが、そういったのがあります。で、課題感としては本当におっしゃる通りで、基本的に増やすために許可をもらって取っていいですよっていうのが、川で鮭を触れる人の権利の仕組みが日本ではあるので、増やすことをやめたら鮭川村は鮭を触れなくなりますので、ここを死守しないと、実はこういう、これ実は増やすためにとって、その増やす活動をした後のものを有効活用しようっていうのが新潟の漁礁であり、鮭川の陣切りです。なのでやはり山形県としても鮭川村っていう素晴らしい地名を持った場所を抱えているというか、ありますので、そこを残していくためには、もう矢口さんおっしゃるの本当にその通りで、孵化事業、増やす活動を続けていかなきゃいけないです。で、増やす方法というのはいろいろありますよというのが、先ほどの発芽卵放流っていうやり方、これはちょっと学術的な話も出てくるので今日はしないんですけど、いろんな方法をとにかく取り入れて鮭が増えるっていうことに向かっていかないといけないっていうのが意外と抜けがちなんですよ。だから結構鮭食べたいとかイクラ食べたいとか、美味しいっていうのはすごい素晴らしいことなんですが、その増やす活動がないとなかなかそこができないので、鮭っていうのは海まで行き来して海でも取ってますから、そういった意味ではこれからは今、情報も共有しやすい時代になってきたので、川と海といろんなところが連携して、増やしながら無駄なく食べていくみたいなのは、課題というかそういうところを目指していかないといけないかなというふうに感じております。地域として、今鮭川村では今言ったような、まず増やすことと、食べること両輪でやっていくというのは変わらないかもしれないんですけど、逆にちょっと今若手の皆さんの、地域もちょっと違ってくると思うんですが、伊藤さんとか、今までこの漁礁の活動とか、鮭の思いを話していただいたんですけど、地域ので残していくためにどういうことができるかっていうのはどうですか。何かやっていけること。地域で残していくためにやっていくことはやっぱり山形今ここでやってる鮭川村でやってる発芽卵放流とか、ここだけじゃなくていろんな各地もあるんですけども、でもやっぱりその人で後継者がいないっていうことは本当に今課題でもあるし、経費がかかるっていうのも課題だと思います。やはり後継者っていうところですね。やっぱ孵化事業も矢口さん、実は矢口さんなんかも鮭川で最年少鮭に関わるメンバーなので、もっとさらに若手がどんどん入ってもらうような、入りたくなるような体制とか仕組みやり方、見せ方っていうのももしかしたら必要になってくるのかなというふうに思います。自分としてはもう食欲にまっすぐな性格なのでもう鮭がなくなったら鮭とばとか鮭のフレークとかが食べられなくなるよっていう感じで脅しかければなんていうかやりたくなるなって感じます。確かに、食でまず知ってもらえて、その背景まで知ると、じゃあそれはないと困るなっていうような感じですかね。はい、素
すごいシンプルな解決策ですね。やっぱり食べて美味しいっていう体験は、すごく必要だなと思いつつ、さっきの増やすっていうのを両輪で伝えていくっていうのはもしかしたら重要なのかなと思います。ありがとうございます。自分も結構釣りが好きで、川に行っていろんな魚を取ったりするんですけど、そういう点で言ったら、鮭を取りすぎないっていうのがシンプルなんですけど、すごい大事かなって思って、やっぱりその鮭を取りすぎないことによって、鮭の数が減少せずに遡上する鮭が増えていって、最終的にそこから鮭の使用率とか食料自給率なんかが増えていって、食文化が守られていくので、シンプルですけど鮭を取りすぎないっていうことが一番大事かなって考えております。ありがとうございます。もう本当に同感で、実は今山形で釣りで盛り上げようっていう事業をやっているんですが、釣って食ってやろうっていうのはもう今実は業界ではちょっと古くなってきてまして、表現としてやっぱりリリースするっていうのを求められるようになってきてます。で、本当に彼の世代が危機感を感じ始めているので、どちらかというと昭和の時代ってもう撮ってなんか100匹釣ったみたいなのを新聞紙の上に並べて撮るみたいな写真の撮り方多かったんですけど、今そういうのは業界ではほとんどやられなくなっていて、ああいうの写真を釣り具屋さんとかで見ると、ちょっとっていう複雑な気持ちになります。やっぱ魚が減ってるっていうのを、彼なんかもおっしゃってた通り感じてる世代がいますので、彼らにちゃんと残してあげる意味でも、そういう正しい必然的に必要なことを、大人がやっていかないといけないかなっていうのを日々感じるところだったので、本当に彼が言って取りすぎないっていうのは、これからの、時代残していく上で、それもすごく重要な視点かなというふうに感じております。なんか今やっぱり酒っていろんな話聞いても失礼な言い方言ったら本当にすいません、そういう意味でもないんだけど、いただくところとかどうにか商品化にして進んでいこうとか、その経済化を回すために酒を増やすためにはどうしたらいいんですかとかっていう話はやっぱりどうしても今の社会には多いんですけど、ちょっと欠けてるなっていう感じてる部分が戻ってきた瞬間の祝いは結構ないんじゃないか。とにかくその若い頃の子どもたちにはどっちかっていうと全部課題化された、授業化された、なんか学ばなきゃならないんだけど、ただのその単純の楽しみ、踊ってきたっていうなんか本当に昔ながらみんながそこでなんか焚き火を作って歌いながら踊りながら酒ってとともにってもう本当に共存的な生き物としての存在が、もし改めて何かできたら多分間違いないっていうのが間違いなんで誰かしらがその酒っていうことはやっぱり大事だ、大好きだってなんか大人になりながらそういう祝い感をずっと持っていけたら、なんかすごくいいことだなって最近思ってます。ありがとうございます。フレットですね、見ての通りじゃない、リアクション大きいんですね。本当に酒上がってきてうわーって盛り上げてもらえるというか、もうちょっとみんな振り向くぐらいのリアクションをしてくれるんで、先日釣り行った時もそういう感じなんです。こんなちっちゃいアジ1匹釣った時もすごい喜んで、でもその姿勢みたいのってやっぱり僕らも学ばなきゃいけないなっていうのもあるし、そこにヒントがあったり、どちらかというとあれですよね、山形奥ゆかしさというか、遠慮がちなところも、その表現大声出せばいいっていうわけではないんですが、感謝の気持ちを持つみたいなところは一つ重要な、やっぱりそこも少しすごく忘れちゃいけない点なのかなというふうに感じてますね。これまでの地域のテーマの中でサステナブルとか SDGs とかそういうテーマで、話をした地域がありまして、でサステナブルとか SDGs ってなんかよく言われるけどよく分かんないみたいな言葉がこのセッションを通してすごく分かってきたんですね。でそこで言われてきたことが、もちろん環境に優しいとか環境の面での、持続可能性、これは大事で皆さんもそうだと思ってますし、あとは文化を継承していかなきゃいけないっていう文化の持続可能性で、もう一個大事なものがその経済的な持続可能性っていう言葉があったんですね。でそこで考えた時に、じゃあこの鮭川村はこの鮭でもっと例えば経済が良くなったら文化を守ろうとしている活動をしている人はいるし、それを教育されている方もいるし、そして環境保全を考えている方のどちらかというとその経済以外の部分を担っている方がすごい多いイメージがあって、そうであればこれをやっぱりより次世代に起こしていくためには、
言い方はちょっと悪いかもしれないんですけど、このサーモンというか鮭で町おこしというか、お金をしっかり稼いでいくものにしていったことがよりこう持続可能になっていくのではないかなというふうに思ったんですけれども、この今鮭川村の中で鮭っていうのは鮭でご飯を食べてるというか、それをお仕事にしている方っていうのは現状そんなに多くないんでしょうか。矢口さん、先ほどサラリーマンをしていますっておっしゃったんですけれども、鮭だけで事業をして食ってる方ってそんなに鮭川村の中でも多くないんでしょうか。多くないというか全くいません。全くいないんですね。それってなんかそういうものが例えばタブー視されているのか、それともたまたま産業がなかなかこう難しいのかっていうのは、なんか矢口さん的にどうですか。産業的に難しいというのが本音だと思います。ただ先ほどのフレットの言葉に私は感動して、感謝という言葉に今感動しているので、この経済活動をしゃべるのはなんか申し訳ないなはい、僕今気持ちにもなってます。聞いてすごい思ったのが、やっぱり経済活動を鮭を守る、そしてこの文化を守ることを考えた経済活動ってすごくヘルシーな考え方だなというふうに思ってまして、例えばその鮭が戻ってくるときにアメリカとかいろいろなんかサンクスギビングデーとかいろいろあるじゃないですか。何かに感謝をする日とか感謝をするお祭りみたいなものがイベント化になって、結果その日って、わかんないですけど、例えばターキーがたくさん売れたりとか、なんかブラックフライデーみたいなものがあったりとかいろいろあると思うんですね。なのでその感謝のお祭りとかこの儀式的な日本のものと、例えばそういうものがみんなでこの日は鮭に感謝をしてお見送りする日だって、そこにちょっとイベントが付随したり、そういう盛り上がりってもっとなんかこうみんなが山形県民含めて鮭に興味を抱くきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど。そういうところでなんかただ楽しい、何も教えなくていいから戻ってきてる時に行って楽しむっていうことでも十分だと思います。戻ってきて数日間でも鮭が戻ってきたってみんなが喜べば、その日にちをみんながもう待ちきれないぐらいなんかいろんなイベント、ゲームやったり祝いしたりその辺でなんかしたり、ただでも鮭が戻って登ってる姿を見るだけで十分だと思いますね。ありがとうございます。今までも話してはきているんですが、改めて次の世代にどう残していくために、この話を含めて、多分矢口さん途中で感動されてたとかもあったと思うんですけど、意気込みじゃないですけど、こういうことをやって、大人の側の人たちはこういうことをやっていきたいとか、逆にこれから、社会に出ていく側でこういうことを僕たちはやっていきたいみたいなのがあれば、その辺をちょっとこう一言いただいていけたらいいなと思います。そしたら矢口さんからいいですかね。年功序列じゃないですけどすいません。冒頭から言ってるやはり鮭川村、鮭とついてますので、この鮭文化を絶やさないように私がやられることをずっと続けていきたいなというふうに思います。何って言われたらちょっとあれなんですが、継続は力なりじゃないですけれども、ずっと継続していきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。矢口さんが多分今抜けると、僕はちょっと実情よく知ってるんですけど、本当にもう多分立ち行かなくなるキーマンでありつつ、この逆に矢口さんを支える次の若手が、本来であれば入っていかないといけないのかなと。ちょっと僕も今自分の仕事も向こうでやってるんですけど、できる協力も一緒にしていきたいし、本当に楽しいので矢口さん受け入れていただくこともできるんですよね。弟子入りというか募集中ですか今。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらそのままフレットどうですか。次の世代にやっていくべきこと。やっていきたいこと、やっていくべきこと。どっちでもやっていきたいことで。でも今のまま私が今やろうとしている森幼稚園とかそれを拡大して、できれば有料じゃなくて誰だってもうお金なし、お金関係なくって同じような体験いっぱいできたらなってずっと思ってます。正直私やってる仕事ではあまりお金取りたくないんで、いつもそれで私はかなり弱い人間なんですよ。できれば0円でやりたい。でも0円でやったらもうダメですのでやってるんですね。でも私がやろうとしていることは誰だって楽しいなと思うので、とにかく自分自身遊びたい。これからもうずっと遊びたいと思ってます。
まあ、次の世代にというか、まあ、自分たちがっていう風な意味合いもあるんですが、よろしくお願いします。はい、次の世代につなげていくにはやっぱり今さっき言ってたフレッドさんのやってるその保育園、幼稚園、子供園のその自然の中で遊ばせるっていうのを今私聞いてて本当に感動してます。でまた、私、高校卒業してから、佐渡の方でスーパーの方就職決まってますが、その鮭が途絶えることなく情報を発信して世界にも発信していきたいし、またこの鮭川村をはじめ、新潟県など、日本全国のことを世界中に発信していくことを就職した先でやっていけたらなと思っています。以上です。ありがとうございます。もう佐渡のスーパーに就職されるということで、本当にこれからが勝負というか、そこでどんどんもう思いを変なルールに飲み込まれずにどんどん突き進んでいただけたらいいなと、開発の勢いでやっていっていただいて、ゆくゆくはもしかしたら起業しちゃうぐらいの勢いですか？いや、もう起業する予定でいます。お、すごい宣言ですね。はい。すごいですね。何年後かにもう一回じゃあちょっとインタビューしていただいて、あの時のこのきっかけになってってなるかもしれないですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。鴨水産高校の皆さん、お二人もいいですか？次の世代というか、自分たちになると思うんですが、よろしくお願いします。そうですね、皆さんの意見とかそういうのを聞いた時に、やっぱりみんな環境を守ろうとしてる人は同じことを思ってるんだっていう、その一人じゃないっていうことを改めて実感しましたね。自分としてはやっぱりなんでしょう、ゴミを不法投棄したりとかする人たちも世の中にはまだいるので、そういった人たちにもしっかりとルールを守ってほしいなと思っています。はい、確かに結構現実的なところですね。でも本当に2人もちょっとこれで仲間も増えて、山形につながりもできたので、なんか引き続き伊藤君が起業したら一緒に仕事したりとかあるかもしれないんですけど、このつながり、魚が好きな人たちが集まってると思ってるので、自分も含めてちょっと一緒に年を取っていけたらというか、社会で仕事ができたらいいなと思っております。あとで僕多分海のゴミの研究してたんですよ。実は2人からすごい今日鮭テーマなんですけど、海のゴミっていうテーマがいっぱい出てたんで、ちょっとこれ後で話し合えたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと宮城の皆さんもいいですか？おつなぎできますか？あれ、はい、そしたら宮城の皆さんもちょっと高校の皆さんと同じ視点になるかもしれないんですが、次の世代に残していく、こういった環境を残していくためにできることとか、自分たちがやっていきたいことがあればいただけますかね。はい、よろしくお願いします。そうですね、自分たちができることなんですけど、やっぱり鮭っていう魚を一回さばいたりとか料理したりする機会って1回だけ1回 2,3 回あったんですけど、その時にやっぱり先ほども申したんですけど、無駄な部分とか使えなかった部分が出てきたりしていたので、そういった点から料理人として全部無駄なく、皮とかエラ、内臓なんかも無駄なく使えることができるように、そういうことを開発できる料理人になれたらなって考えています。はい、そうですね。あと北海道の方とかですと、鮭って神様からの贈り物って言われるぐらい偉大な魚なので、そういったことを次の世代とか、小さな子どもたちとかにも伝えていけたらなと考えております。ありがとうございます。いや、もう彼も言ってくれたんですけど、鮭って世界中で通じる魚なんですね。もう誰もが知ってて、サーモンって言えばもうみんなが
分かる魚なんですね。でその子が地名にまずここついてるっていう鮭川の強みだなっていうのも感じたし、彼らのもう本当にそれぞれ違ったし、伊藤君の企業発言もちょっとすごい意外だったんですけど本当に未来が明るいなっていうふうに感じるのと、大人側ももう今正直僕今38なんですけど、今20代の人たちってもう情報量の取り方がえげつないというか、本当に僕らよりよっぽど頭が良くて知識もあって、情報のスピードも速い中でこう考えていくことは、今までとこう違った視点で学んでいかないといけないなっていつも感じます。一方で矢口さんとか、本当に地道に続けてきた技術継承みたいなのはやっぱりネットで得られない技術なんかもあるんで、そこら辺もやっていかなきゃいけないのかなというふうに感じてます。私がすごく感じたのは今日の参加者の中で、私以外皆さん、海だったり、鮭だったりこの鮭川村に関わっている皆さんで、非常に感じたのがそこにリスペクトとやっぱ愛があるっていうことで、それを本当にいいものだと思っていて、お子さんとか次世代につなげなきゃいけないという思いの熱さっていうのはすごく感じました。で同時に感じた課題っていうのが、そういうことに取り組んでいる人たちがいることを、山形県内もまだまだ知れていないし、全国で言ったらもっと知れていないし、世界で言ったらもっとかもしれません。ですので私は日頃自治体や民間企業さんとどうやってそれをもっと知ってもらって価値を高める活動をするかっていうことを本業にしているんですけれども、そういった観点からもこういう活動をより知ってもらうっていうことがもっと何かしらアプローチができるんじゃないかなと。まだまだ話し足りないところもあったかと思いますが、このサミットきっかけにですね、また何か別の場とかでせっかくのご縁ですので、お話進めていけたらいいなというふうに思います。皆さん今日はありがとうございました。参加いただいた皆さんも、本当にありがとうございました。では本日のセッションこちらで締めさせていただきます。ありがとうございました。さあ最後にですね、三浦さんから、はい、全ての会場でファシリテーターを務めていただきましたが、本日で山形ユースサミット2022終了となるんですが、総括といいますか、改めて今日のこのパネルディスカッションも含めまして、ぜひ講評をお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず、私が4会場すべて参加させていただいて、山形にこのような取り組みがあったっていうことを恥ずかしながら知らないようなトピックがたくさん出てきました。はい、尾花沢の、文化、そして米沢の草木と、そして先日の酒田、そして今日、この鮭川村ですね、それぞれのその思いっていうところをまず知れる本当にいいきっかけになりました。特に前半のですね、尾花沢そして米沢ではそのサステイナブルとか SDGs のより本質的な部分っていうのを知ることができまして、やっぱりここって言葉だけがどちらかというと先行していて、なかなかその本質っていうところまで伝わっていなかったりっていうところがあると思うんですけれども、本当の意味での持続可能性っていうところを知れた、そして日本特有の良さっていうところを知れたのが、非常に印象的になっておりまして、はい、で後半の方はですね、それぞれの町とか市、村が持っているその良さ価値みたいなところを、どうやってこう足並みを揃えて日本中とか世界中に伝えていかなければいけないか、はい、その視点がやっぱり非常にサステナブルの中でも大事だなというふうに、改めて感じることができたんですけれども、はい、今日の会場が一番ユースだなと思って。はい、そうですね、若い方も多くて、そして実際にパネリストの方高校生が多かったですね。はい、はい、なのでもし機会があればですね、来年の2023ユースサミット、はい、もう少し学生の方とかも入れて、ディスカッションしてみたら、もっと面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、年齢層問わず本当にもう10代からそれこそ60代70代または80代現役で活躍されている方々も一緒になってこう楽しめる、意見交換できる場になったらいいですよね。はい、とはこの会で終わりではなくてですね、この会をきっかけにしたその後のアクションのところまで何かしら、例えば地元の学生さんたちと連携をしたりとか、はい、地域の活動されている方と連携して、ここで出たことが何か具体的なものにつながったらすごい意義のある会になるんじゃないかなというふうに思っております。はい、有言実行という言葉もありますから、各会場で出された意見が実際にアクションであったりものとしてこの山形にそして世界に発信される日もかなり近くなったのではないかと思いますよね。はい、本当に素晴らしいファシリテーター、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは皆さん三浦さんにもう一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、来年また山形ユースサミットでお会いしましょう。ご参加誠にありがとうございました。